めっちゃ熱いです。最初うなぎですね。4合ぐらい。よいしょ。このそぼろが結構人気ですね。4握れるなと。確かに。うまい。うまい。はい、どうぞ。まあやっぱ今この店作るっていうのにすごい追われてますね。なんでこのやめの場所？お茶とお米をこうコンセプトにしてやっぱお店ができたらすごく面白いだろうなと思って、同じ福岡でこんだけこうお茶が盛んな場所があるのにこれを生かさずにやっぱお料理をしていくのはちょっと違うかなと思って、お米とお茶っていうものを大切にしてちょっとお料理に取り組んでいけたらいいなと思ってやめを選んだんですけど、で物件探しててこの赤い鳥居の奥にある飲食店ってなんかあまり見ないし日本でもないんじゃないかなと思って、このお店ももともと築100年以上古民家再生で再生された物件に、僕が今回入らせていただいて、ここがすごくいいなと思ったのは古いものと新しいものを混在させて再建築してるんですね。これとかはすごく新しいですけど、こっちの木とかは多分全部残してるんですよね。上の方の木とか、博多っていうものはやっぱいろんな方に知ってもらえていると思いますけど、こう地方にもこんな魅力があるんだよ、地方にはこんな食材があるんだよっていうことをやっぱこう発信することによって、福岡県自体も結構盛り上がっていくんじゃないかなっていう。利益を生みやすいのはもちろん博多だと思うんですけど、いろんな人に世界でこうお米を食べてもらえる機会を作っていきたくて、世界でやるなら日本の田舎で勝負できないと世界には行けないと思ったんですよ。やっぱりこう田舎の人にもこう愛してもらって、こう都会の人にも愛してもらってがないとやっぱ世界で作っていくものにはたどり着かないと、自分は思ってて、まずはこうお茶を知る、農家さんを知る、お米を知る、もっともっとこう生産者に近い場所で料理をするっていうのが自分はちょっと今やるべきことなんじゃないかなと思って、嬉しいことにお客さんには恵まれて、なんとか今7月まで予約は開放してるんですけど、7月までは今いっぱいの状態です。はいはいね、お母さんに渡します。ああ、なるほど。料理やってる方のなんか目標となるような感じなお店を作り上げてほしいなって本当に思いますね。おお、すげえかっこいいですね、やっぱ。で長いのがここに来るんですよ。多分ここが一番のピンですよね。この明るさで全然いいというか、全然いいと思う。そんなに直で当てなくても。これだとまぶすか？全然眩しくないです。これだったら気持ち下げたらどうなるか見ていいですか？下に。はい。それがいいですね。もうほとんどやめの全部お野菜で。
手に入んないものはまあいろんなとこから取りますけど、おにぎり以外の調理を取ってるの世界初かもしれない。そうですね。ずばり太郎さんのこのコースのなんちゅうかコンセプトっていうか、筑後地方の恵みをこう一膳に乗せて例えれたらいいなと思ってて、でなおかつ最後にお米をしっかり楽しんでもらうっていうコース構成で一応今はやってて、まあ、ベースは日本料理にはなるんですけど、まあアイスも手作りで最後作って、今和紅茶のアイス出してますけど、まあお茶とお米っていうのがまあ一番コンセプトにはなってますね。おこぜですね。
いらんの？失礼します。あ、玉露と言います。はい。やめがこの玉露が、まあ、世界一に何度もなっている玉露でして、どうぞ。まあ、この玉露と一緒にちょっと出汁のような旨味があるので、とお米を一緒に食べていただくというのが、まあ、一応コースの始まりとして、で精米も自分でやってるんで、玄米で全部基本的にいただいて、あ、わさびですね。日本酒を、はい、かしこまりました。お会計書そうですね。あ、そうですね。パーティーしましょう。じゃあもう定期日とか本当に作らないとなかなか忘れない。そうですね。定期日は作りながらやってるんで、結構最初はもう受けれないですね。全く9月ぐらいまでは全く受けてないんで。よくならんけどね。集客できないですわ。そうやね。気になりますよね。いいアプローチですよね。めっちゃいいっすよ。失礼します。初夏のお野菜ですね。オクラとキュウリとトマトで、全ておひたしにしております。上から、余市産のウニと、有明海の渡りガニですね。メスの内子とオスの身を混ぜて、上から新生姜ガスのジュレかけておりますので、ご一緒に召し上がってください。嫌がらせじゃないし。かかりとこあるから。だけど返し。こういう街並みとかめっちゃ安い。非常に安い。あ、そういうの変わるんですけど、1ヶ月とか。へえ。すごい。まあ、ストレスに敏感な人漁師とか水産系歴漁師が儲からん取れたりするみたいな。やってください。一番多分あ、そうです。本当にではお椀でございます。天然のマダイですね。こちらも有明海で上がった天然のマダイを、塩当てて炭焼きにして、お椀にしております。上にはヤメのスナップインゲンですね。どうぞ。おもろいよね。そうですね。2.5 キロぐらいアオリイカ。あおりはい。そうもね。僕は離婚してます。丸にです丸に。2.5 キロのアオリイカとおこぜになります。はい。おこぜは大根おろし入ったポン酢ですね。これも自家製です。お作りのお醤油も自家製で作っております。あ、そうです。美味しいですか？ありがとうございます。我のうちじゃなくて。いいのね。近いけど。そうなったらたまに出します。わかりますわかります。お疲れ様でした。失礼します。ごめんなさい。炭火で皮目炙って、塩はもう当ててありますが、手前に塩を添えております。みょうがと上から、おかひじきをからし醤油につけたもの、ちょっとピリッとすると思います。ごめんなさい。そうですね。前嫁は無理やったね。なるほど。バレたな。自由ですね。あ、まあまあそういうのもある。時間使うけどね。
馬刺し有名なんじゃない？なんかさっき大きいあありましたね。有名です。あ、有名なの？有名なんだ。生で手に入るんですよ。出していいんでしょ。馬刺し。これ全然いい。馬刺しは OK らしいです。基本金がいない。馬刺しあんまり食べれない。あの子すげえ。そうなんですよね。カナダばっかなんですよね、本当は。ちょろっと育ててみたいな。馬刺しですね、昆布締めにしております。で、アスパラを細く切ったものも昆布締めにしてまして、上から赤玉ねぎの醤油漬けをかけております。からしをつけて召し上がってみてください。これはもう焼く。いやそう。だけど俺がもらい物でもらうウイスキー家に置いといて。ブラックニックルですね。ここが。いや全然失礼します。メロンの白あえでございます。響きを入れてちょっと香りをつけて白あえにしております。本当ですか？最終です。チャイスの定義なんか一応そういう感じに。どうせみんなね一緒に狭い店の方が取りやすい。中入ったらちょっと気使うし。そうなんですよ。有吉さん、今歯車さん強いよね。3軒目からが借り入れで、そこからずっとほぼフル借り入れ。最近今西日本がメインになってきました。西日本最近出してるんですね。やろうと。今日大阪西日やったの。もう沖縄でも十何年前にその雇われ社長やってた時からもう出したんで、まあ沖縄はいいっすよ。やってないっす。そのめっちゃいいとこでもそうです。まだまだ来るとこじゃないですけど、旅旅行でたまたま。っていうことですよね。はい、失礼します。炭火で焼いた鴨肉ですね。そちらを玉ねぎのお出汁にさっと通して、上から白ネギと、叩いた木の芽ですね。あと三つ葉になります。わかるらしいですよ。父さんは。いや、僕見ると思ってるから。ご飯のお供がいっぱい用意してあって、最初におにぎり召し上がっていただいて、そこから白ご飯1回転炊いてます。多分お腹いっぱいになるまであるはずです。今総務上投資考えたの。いきます。本命。主役。ああすごいね。はい。慣れてますね。めっちゃ熱いです。慣れてます。特にこの釜にしてからがまたあいやいや。あ温度が上がるんだ。温度上がりますね。いただきました。じゃあ。よく見てる。いや本当ですね。見慣れた。見るやつがはい、どうぞー。自分がもらう時に取られない。確かに。うまい、うまい。だ順番まで。スイッチですか。熱い、めちゃくちゃ熱い。バリア。はい、どうぞ。暗めに逃げるんですか。はい。あんま握らないですね。はい、どうぞ。一番最初じゃないですか。はい、どうぞ。どれもやっぱ有明の。有明です。今日はですね、福岡県の柳川のちょっと隣の町にある大和っていうところの区画の海苔になりますね。お前これ熱い。7
や1年ぐらい1年もう変わんないですよ。シャンパン抜くみたいなあでもイチゴ抜くみたいなそうそう。可愛いっすよね。そっか、そうですね、生まれたばっかですもんね。子供。そう小石さん次どこから来るんですか？次、ね、失礼します。今度から周一さん風磨の方とかはい最初うなぎですね。どうぞ。 4号ぐらいといけそうですね。全然いけます。俺ら一番好きなやつ。次とんかついきます。変わらんなそのでかい油のやつ欲しいですよ。あこれではいあもうソースですね。あ1個多いな。失礼します。え？今もう1個お米炊いてるんでちょっと待ってください。昨日は5名様だったんですけど8合なくなったかなぐらいの。8合？そんぐらいなくなってましたよね。このそぼろが結構人気です。そうです。ほうじ茶を入れてこうやってちょっと燻製みたいな香りつけて。炭と喧嘩しないですか？いやそれが結構いいんですよねお客さんはすごい褒めてくださるんです。そぼろ皆さん食べれますか？いただきます。はーい。やっぱちゃんと全部フルオーダーでこれをやったんで二重蓋にしてとかこの羽つけてとか羽の高さこうしてとか蓋の重さこうしてとかこれ1個5キロぐらいあるんですよ。それもともとコラボの時はどうしようってその炊く釜は自分で持って行ってました。飛行機乗る時もこうやって見ていやキャリーケース入れてはい少なめです、何千倍何倍倍炊いてきたから分かるんですよ。そうですね。やっぱ全然炊き上がり変わったですもんね。なんかもっちりしてるんだけどこう粒感もあるみたいなのがやっぱできるようになったですねこれで。どうしましょう。僕は少なめで。何がいいですかね。何でもいいですよ。俺卵少ない。やっぱうまいもん一個一個。はいどうぞ。今コシヒカリって2種類あって BL 米っていうのと非 BL 米っていうのがあって品種改良されて種が強くなった稲が強くなったのが BL 米で非 BL 米っていうのは昔ながらのコシヒカリなんですよ。在来種ですね。の非 BL 米ってことですか？はい。稲が弱いんで生産あまりできないんですよ。やられた時に全部ダメになっちゃうんで。ビジネスとして。でもこの米めっちゃうまくないですか？めっちゃうまいです。甘いですよねはい鮭明太です。鮭明北海道のマスのすけをしぐれにうまっ。はい卵かけ僕全種類行きたいんでなんかうまいこと。 OK です。はい。お願いします。はいさあどうぞ。醤油必要でしたら言ってください。醤油自分で煮切った煮切り醤油作ってますね。光はんね。白馬で言い過ぎ。言い過ぎ。普通に飯一旦梅どうぞ。飲みたい。誰かいや相当なでかいとダメじゃないですか。しぐれ TKG ではいはい街中でオープンしようって気持ちはなかった。いや一応いたでここ良くないみたいな。うちの社内やったら絶対無理。臨機の時点でもうはいワンバックでな。一生なくなりました。さすがにこの時にそうさんもいつもいるからそうです超整理じゃないあれなんで教師ダメなの？キロ単価で考えたときにわさびめっちゃ高いと印象でいろいろ考えたりとか稼いで自分のお金で食べなさい。ふりかけが稼いでからミスのそれだけミスのそれだけはいグラム単価和紅茶のアイスです。どうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。
はいどうぞ。はいどうぞ。入ります。洗い物です。海外で味噌汁と米食える文化作りたいんですよ。はい、なんか自分がやっぱ結構海外行く中で一番欲しくなるものってやっぱ米と味噌汁なんですよ。このセットが一番食いたくなるから、米と味噌汁だけがボンって出てくる店っていうのもありっていう。よかったです。すいません。点滅してないか。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今後の太郎さんの目標等あれば最後にコメントいただきたいんですけど。そうですね、やっぱこの八女という場所にわざわざ来ていただく、お食事をしていただく、お米のために来ていただくという、本当にわざわざ来てもらうっていう価値がある場所にやっぱこの八女の全八女屋というところをですねしていかないといけないなと思っていまして、最初に今日のコース構成で言った八女の伝統本玉露を、煮え花というお米の状態で食べていただくという、これがどうしても僕はやりたくてですね、それをいろんな人が食べてくださって、お米とお茶って本当に素晴らしいんだね、日本の魅力だねっていう風になっていくのが一番自分の願いというか、やっぱここ八女市から九州のお米っていうものを主体にして世界中にお米の魅力を伝えていける人間になりたいなっていうのはあって、それをしていくための未来づくりのためにやっぱ食育とかはこの店でやっていけたら面白いのかなとは思っていますね。学生の皆さんとかお子さんとかがここで美味しいお米食べて笑顔になってくれているようなところが自分は想像したいなって思ってる未来ですかね。